最後までお付き合いくださりありがとうございます。私の方はちょっと私たちの活動をちょっと紹介したいと思いまして、3枚だけスライド。私はありがとうございます。本日登場の第3の小林でございます。全然親戚ではありません。小林は調べると全国に100万人ぐらいいるので、大体人口の 0.8% ということは100人に1人ぐらいなんですが、本日は非常に密集してしまいました。ちょっと今、磯村先生とですね、私と2人でやらせていただいてるんですが、磯村先生の趣旨に賛同して、協力してるんですが、まず最初、子どもたちのその正確な研究結果を載せた論文がないというところから始まりまして、じゃあ私の方一回調べてみたんです。で、なくはないんです。正確かどうかは難しいですけれども。で、ちょっと千葉県のが漏れていてすいません。また追加させてもらいます。で、多くは受賞型です。スポンサーがついてて。それで一つだけ投稿型っていうのがあるんですが、これ今年発刊してないみたいで、ちょっと厳しくなってるのかな。つまりこういうことを成功させるには、投稿してくれる方と読み手と両方いるわけですね。で、それ今の世の中ですから、オンラインにして出版社を通さなければ経費はほとんどかからない。でもその場合はチャンネルがないので届けようがないという、そういう問題がありますが、日本でもオンラインもありますけれども、多いのは受賞型でございますね。で、それからまた理科教育の成果を共有しようというのもここに挙げたような、学会が中心になってございます。印刷とオンラインと両方ございます。で、海外はどうかって見ますと、やはり子どもたちの発表の場と教育関係者の論文発表の場がございます。で、この海外の場合はですね、ほとんど高校生ぐらいですね、非常に年齢の大きな方なんで、もう本物の研究者と遜色ないような論文がここに挙げたようなジャーナルにも発表されております。さて、我々ですね、この理科好きな子どもたちを育む会、磯村先生と私と、まだ2人なんですけれども、どうしようかと、磯村先生と私と必ずしも意見が一致してない面もあるかもしれません。でもこういうのを見るとですね、我々研究者なんで、自然科学の大体世界に80億人いて、英語分かる人50億人ぐらいいると思うんで、日本語だけだと1億人が対象になりますからね、やっぱり発信力としては英語じゃないかと思う側面がございます。そこでまず YouTube チャンネル始めたんですね。これ磯村先生が全部ネタ提供して YouTube できるかって言われるんで、できるよと私も軽く受け合ったもんで、引き受けたもんで、作り始めました。でも我々、英語で研究論文発表するのが普通ですので、英語にしようと。今日は上野さんが紹介してくださった日本語だけです。で、英語にしようということで、今回実行委員で一人外国人も入ってるんですね、ネイティブスピーカーで。これ全部英語にで、英語の版と日本語の版と両方あります。で、これを磯村先生のネタで作りまして、ご興味があれば本日の資料に QR コード入ってますので。で、ちょっと興味深いのはですね、11月から始めて出すと見てくれる人がパッと出て、でもパッと見たらもう2回3回見ないんですね。こう山になるだけなんですが、興味深いのはですね、この数字で、下の数字で日本からの視聴率が45% ぐらいで、残り海外なんですね。で、順位が下の方は出てないんですが、世界各地で、日本以外でインド、アメリカ等が多いということで、55% が海外から見てくれてるようなんで、大体英語で出したと日本語で出したのと比較すると、最近挙げたものは英語の方がアクセス数上がります。なんで、こういうので海外の人も見てくれた。例えば今まだアクセス数2500と非常に少ないんですが、これが1万、10万、仮に100万といったとしますね。そしたら、その人たちが受け手になってくれる可能性があるんですね。ですから、しっかりした学術雑誌を作って、で、発信できるかな。で、今、私が開拓しているのは、私たちが市の教育委員会、県の教育委員会、お声かけて、今日も
高校の校長先生、途中で退席された方いますが、そういうチャンネルから子どもさんたちにも連絡してもらいましたが、やっぱり現場の先生もお忙しいみたいで、一緒にやろうっていうネタをどんどん取り上げたいんですけどね、学生がやってくれた実験とか、先生方がした実験とかね、まだまだこれからなんで、それでですね、これが最後なんですが、このせっかくのこの会をですね、今日の講師の先生方や参加の方は一応記名していただいた方は連絡先を残してもらってると思いますが、メールアドレスをアルファベットで正確にスペル拾いにくいので、もし、念のためにですね、講師の先生方はもう連絡先把握してますが、この QR コードを読み取っておいていただくと、受付にも紙置いてますので、ここのメール配信いたしますので、私たちのお知らせと、ぜひ皆さんで、理科的な子どもを育てる会を有効なもの、役に立つものにしていきたいなと、そういうように思っております。それでまとめでちょっとそういった紹介でさせていただきましたが、本当の最後に本日、ご協力いただきました講師の先生方、小林博則先生、から小林幸子先生、浅間先生、増田先生、厚くお礼申し上げます。それから、共済講演、協力ですね、それもこの資料に書いてあります。それから最後になりますが、このズーム発信、伊豆先生です。県立大学の教授でございます。ご協力ありがとうございました。それから最後のお礼申し上げたいのは、最後まで、聞いてくれた小学生が複数名いらっしゃるんですね。一組は焼津からお越しになったって朝聞きました。小学生の方も頑張って午後のシンポジウムも聞いてくれて本当にありがとうございます。本日ご協力いただいた皆様、また何かの機会で私どもからもまたいろんな提案させていただきます。よろしくお願いいたします。じゃあ一緒に、はい、先生どうもありがとうございました。